はい、皆さん、こんにちは。今日は我が家の LED ライトで冬越ししている子たちを紹介しようかなと思います。子たちっていうか、今日はここのゾーンでね、見ていこうかなと思います。普段とね、撮影してる場所がちょっと違うんでね。メタルラックの上にこうやってライトをつけてます。このライトは植物育成用のライトとかではなくて、ホームセンターとかでね、普通に売られている2000円ぐらいの安い LED ライトバーです。本来だったらね、やっぱり植物育成灯とかの方がいいんですけどね。とりあえず冬を乗り切るための仮置きみたいなね、場所なので、一時的な光ですね。なのでね、お元があったり、ポトスがあったりとか、開根があったりとかでね、いろんな植物たちが同じ光で育てられてるんですけど、今映ってるのは、これドルステニアギガスっていう、開根植物です。これはね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。未生で育ててる子なんですけどね、3年前、4年経ってはいないと思うんですけど、そのぐらいの時に種で購入して、それを、今育ててます。11個来たんだったかな、確か種が。10粒入りを購入して、で、実際保証分というかおまけ分も含めて11個入っていて、で、確かね、8個発芽したのかな。で、やっぱり、成長のいい子もいれば、あんまり成長の良くない子とかもいて、で、成長の良くない子が、毎年、冬にポツリポツリとお亡くなりになってしまって、それで今ね、4つ生き残ってる状態です。この4つは割と成長がいい方なので、これからも育ってくれるのかなとは思うんですけどね。こんな風にね、葉っぱをたくさん出してくれるような子もいます。もっともっとね、たくさん夏場とかも、光を当ててあげればね、もっと成長するんでしょうけど、どうしても窓辺でのね、栽培になるので、そんなに大きくはね、できていないんですけどね、こんな感じで育っています。去年までは寒い時期も窓辺に置いてたんですけど、窓辺にね、置くと、葉っぱとりあえず全部落ちちゃいます。寒くなるとだんだんね、葉っぱが落ちていっちゃって、で、丸裸の状態で冬を越して、で、春からまた目覚めるっていう感じなので、その辺はね、他の開根植物とも同じなんですけれども、なんとなくアデニウムとか、ああいう狂犬種に比べると、僕的にはちょっと寒さに弱いのかなっていう印象があって、それでね、今、こうやってあったかい状態にしてるんですよ。なので今年から冬越しもこんな感じで寒さに当てないようにしている状態です。なので今もね、新芽は多少吹いてくれてます。珍しい植物なんでね、なるべくもう失敗はしたくないんですけど、中にはね、秋に葉っぱを落としてからこんな風に新しい葉っぱが展開してない子もいるんですけど、幹はパンパンに膨らんでる感じなので、大丈夫かなとは思います。最終的にはね、自分家で種取ったりとかもしたいなと思うんですけど、やっぱり種を取ろうと思ったらね、株数それなりにないとダメなので、数を揃えるんだったら、やっぱ未生はいいですよね。遺伝的にもばらつきが出ますし、高受粉しないと結実しないような種類だったら、未生がすごく有効かなと思います。あと、ここで丸裸になっちゃってるのが、パキプスです。去年購入したパキプスですね。去年だったかな？確か去年だったと思います。買ったパキプス。すっかり葉っぱ落ちてるんですけど、確か11月ぐらいまではギガスと同じで窓辺に置いてたんですよ。で、もう寒くなってきたよねっていうことで、12月入ってからぐらいかな、こうやってお部屋のあったかいところに取り込んだんですけど、最近新芽が動いてきてるんで、葉っぱ展開してくれるかなとは思います。人によってはね、しっかり休眠期を設けてやらないとうまく育ちませんよっていう人とかもいるんでしょうけどね。うちはとりあえずこんな感じで今年は冬を乗り切ろうかなと思ってます。またね、葉っぱが展開してきたら動画にしようかなと思いますけど。あとは、そうですね、LED ライトの照射時間とかなんですけど、ご質問いただきまして、24時間ずっと電気つけっぱなしってどうなんでしょうかっていうお話があったんですよ。で、これはね、なんとも言えないんですけど、
植物の種類によっては24時間照射 OK だったりとか、あとは24時間その照射することによって枯れてしまうような種類もあるみたいなんですよね。だから種類によって違ってたりとか、あとはちょっとこれあやふやなお話で申し訳ないんですけど、なんだったかな、12時間で赤色の光と青色の光分けて照射するんだったかな。なんかそういう照射の仕方とかもあるみたいですね。ちょっとそれはすいません、あやふやなんで、もし気になる方いたら調べていただきたいんですけどね。LED ライトの当て方って結構いろいろ研究されてるんですよ。植物の生産に関わることなんで。で、多肉植物なんかの場合だと、夜になると、カム型光合成っていうタイプの光合成の仕方をするんで、夜に二酸化炭素を取り込んで、で、それをリンゴ酸っていうのに変えて植物の中に貯蔵しておいて、で、昼間明かりができたら、夜間溜め込んでおいた二酸化炭素で、光合成をするっていうような生態を持ってるんですね、多肉植物って。みんながみんなじゃないですよ。今映しているような開墾植物の中には、カム型じゃないタイプもいるみたいなので、ギガスとかパキプスがそうだって言ってるわけじゃないですよ。その開墾植物の中でそういうのが確認されてるっていう、話なんですけど、夜間その暗い時の二酸化炭素を取り込む習性っていうのはすごく重要になってくるので、やっぱ多肉植物なんかの場合は、多分24時間はつけない方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、LED ライトの照射時間は、僕はね、特に決めてないんですよ。朝起きたらつけて、夜寝る前に消すみたいな。だから12時間以上つけてることもありますし。っていうか、ほとんど12時間以上つけてますね。まあそんな感じです。こだわらなくても育つことは育つんですよ。ただ、やっぱりこだわった方が、より効率的な光合成のさせ方ができたりとかするんだと思うので、まあその辺はね、こだわりたいなっていう方は、やっぱりしっかり調べてやった方が面白いんじゃないかなとは思いますね。僕はもうそこまで気にしてると疲れちゃうのでやらないんですけどね。まあ参考にしてみてください。で、今僕の方ってカーテン閉まってるんですけど、昼間はカーテン開けるっていうかレースのカーテン越しの光になるんですよ。なので午前中は多少こう窓からの光とかも入るので、LED ライトの明かりプラスレースのカーテン越しの光っていうような、環境になります。で、一般的なね、こういうホームセンターとかにもあるような蛍光灯タイプの LED で植物じゃ育てられるのかって言ったら、まあ僕的には歩行かなっていう感じですね。歩行っていうのはその光を補う程度のものかなっていうふうに考えてます。要は植物って赤い波長の光と青い波長の光を使って育つんですよ。空に虹がかかっていたら虹ってこう赤とか黄色とか青っぽい色とかこう何色かに分かれてますよね。色の層が。で、その色が全部合わさると無色透明の光みたいなね、感じになるんですよ。無色なのかな？まあ一応、無色っていうか白というか、すべての色が混ざっている光になるんですよね。で、その光の中から植物って、その自分たちの成長に適した光を選んでいるんですけど、その光っていうのが、やっぱり育成灯とかじゃないと、放たれないんですよ。放たれないっていうか、量が少ないんですよね。だからあまり効率が良くないんですよね。で、育成灯になると、その必要な赤系とか青系の光っていうのが備わっているので、それで育ちが良くなるっていう商品なんですね。なので窓辺とかみたいに太陽の光がある程度あって、そこにプラスしてやるんだったら、こういう光でもまあ多少はないよりマシかなっていうふうには思うんですけど、全くお部屋の中に光が入らないですっていうところで、このライトだけを使っていても、ひょっとするとあまり育成は良くならないかもしれない。特に、開墾植物系ですね。こういう光をね、強く必要だっていうふうに言われるようなタイプだと、厳しい部分はあるかもしれないです。ただ、エケベリアとかは、今度紹介しますけど、今僕が使っているライト
の直下、ものすごい近くに当ててるんですけど、まあそれなりに引き締まった形にはなります。徒長せずに育てることはできますね。だから全く役に立たないっていうわけではないとは思います。水槽用のライトとかも結構役に立ちますよ。水槽用のライトって、まあメーカーさんとかにもよりますけど、赤い光と青い光とあと白い光3色ぐらい入ってることがあるんですよ。水草とかも育てたいんで。ああいうのも植物育てるのには使えたりとかします。話によるとやっぱ水の中通すんで、光もそれなりに強いみたいですね。水槽用のライトっていうのは。まあ今はね、育成用のライトも結構いろんなのありますし、値段のね、安いのもあるんで、わざわざ水槽用買うかって言ったら水槽用も高いんでね、あまり買わないかもしれないですけど、なんかアマテラスとかがこんな風に話題になる前とかだったら、まあ自作でね、ライト作る人もいたとは思いますけど、水槽用のライトで代用するような人もいたと思います。いたと思いますっていうか、いましたよね、そういう人もね。まあ一番いいのはやっぱり太陽の光なんですよ。太陽の光ってその全ての波長の光を持っているんで、植物が一番求める光なんですよね、太陽の光が。外とかで育ててやるのが、まあ一番いいんですけど、ね、なかなかそうもいかないんでね、地域によっては。これこの間のうちの前ですけど、こんな風に車も埋まっちゃうぐらい一日で雪降ったりとかするようなね、ところもあるんで、冬はね、当然家の中じゃないと植物置いとけませんっていうところもありますし、そもそもお家に庭とかベランダがないですっていう人もいるでしょうし、まあ僕がそうなんですけどね。まあなので、こうベストなね、環境を作れないので、作れないなりに色々工夫はね、必要なんですけど、それを考えるのもね、楽しい時間なのかなと思うので、今後もこうやって LED のね、下で育ててる植物紹介していきますので、よろしければ参考にしてみてください。はい、というわけで今日は我が家の LED 栽培棚ですね、紹介させていただきました。また今度違うエリアを紹介させていただこうと思います。それでは今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。